4部屋あったところの壁を壊してうちで拾ったソファーなんです。ここで結構長風呂して、家みたいな感覚なんで。はい。こんにちは。こんにちは。今日はルームツアーよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。こんにちは、石坂のり子です。メゾンエヌアッシュパリというバッグ帽子のブランドを今はやっているのですが、それとは同時にというか、もともとはそのファッションのコーディネーターというお仕事をしていて、ファッション撮影をしたり、あとは雑誌の、取材をしたり、日本のブランドのパリコレをしたりっていうようなことを職業にしています。すごい広いリビングですね、こちら。そうですね。もともと4部屋あったところの壁を壊して一つのリビングにしたんです。もしよろしければどうぞお座りください。はい。ですね。全部で何平米ですか？130平米ですね。130平米。じゃあ4つあったってことは部屋数がもしもともと1、2、3、4、5、6、7、8部屋かな。今はベッドルームが4つあって、であとはリビング、ダイニングが一緒になってワードローブとバスルームなんですけど、ちっちゃなお部屋があったっていう感じで、何か冷たいものでもお飲みになりますか？今日めちゃくちゃ暑いですよね。ね。ありがとうございます。はい、いただきます。お部屋ツアーみたいな感じで、ご案内しますね。ここが私のブランドのバッグとか最近よく使うものとかが今かけられてるんですけれども、このサークルというのが結構いろんなモデルの方とかが持ってくださって、うちのブランドの定番です。で、ここの棚がノミノ市で買った、ブルターニュってパリのマレの地区でやっているノミノ市で買った棚と、あとこれも多分どっかで買ったヴィンテージのチェストなんですけど、なんか別に全然セットとかではなくってなんか同じぐらいの時期に買ったから、なんかお友達にこれを上につけてもらいました。で、もうここはなんか本当にちょっと香りのものを置いたりとか、あとお花を飾ったり、結構パリって乾燥しているので、なんかお花が乾燥してしまったりとかするんで、そういうものもそのまま飾ったりとかしてますね。これアスチエ・ドゥ・ビラットっていうブランドのキャンドルなんですけど、あとビュリーっていうブランドとか、こういうのをちょっと焚いたりとか、入った瞬間になんかいい匂いがするとなんかいいなって思うので、なんか来客がある時とか、あとこれがちょっとなんかこういう岩石が入ってるマッドエレンっていうブランドなんですけど、今ねちょっとねもうオイルがなくなっちゃったんですけど、ここにオイルを垂らすとずっとディフューザーみたいな感じで匂いがするので、そういうものを玄関のところには置いてます。アスチエのビラットのものが多いように。そうですね、みんなそうですよね、花瓶とか。これはアスチエ・ドゥ・ビラットで、これもアスチエ・ドゥ・ビラット。これは多分ね全然違うもので、これはインドで買った花瓶ですね。旅に出たらお買い物、もともとお買い物が好きだっていうのは結構あって、ここら辺もインドかな。で、これねキャンドルなんです。アロマキャンドルで。自分で作られた。これはね、ハーバリウムっていうパリのブランドなんですけど、なんかねカスタマイズでこう自分でメッセージを作ったりできるんですよ。なんか取材した時に向こうの方からのりこの N をプレゼントしていただいて、あとはどうだろう。これが道で拾ったソファーなんです。すっごいね。そう、取材、もう本当にこの近所だったんですけど、取材に行ったら道に置かれてて、誰かがちょうど道に置いた瞬間私が通りがかったんですよ。ですごい重たいんだけどどうしても欲しくて、で近所の人を呼んで頑張って階段から上げました。であとこれは、アナウンス
ボンコワンっていうアナウンスがあるんですけど、はい、なんかそこで買った多分なんかちょっとしたヴィンテージのキリムソファーみたいな、ちょっとここがもう破けてきちゃったんですけど、なんかこういうそのアーティザナルなものっていうか、なんか人の手で作られたものっていうのがやっぱり好きで、それがなんか多分ブランドにもつながってるんですけど、これは IKEA のテーブルですね。なんかあんまり IKEA のものとかってないんですけど、これはすごい気に入っていて、あ、そっか、でもこれも IKEA のシングルベッドだけど、なんかちょっとカウチみたいな感じで使っていて、お客様が来たらここにも寝れるっていう感じにしてるんですけど、でもこのクッションも結構オリジナリティがあるんですけど、インドの私がすごい気に入ってるブランドがあるんですね。そのカーンマーケットっていうデリーにマーケットがあって、ちょっと高級ないいブランドが集まるようなマーケットなんだけど、そこで売っている、やっぱりこれもハンドウーブンって、いわゆる手織りの生地を使った全部いろんなインドの各地から来てるんですけど、でこれはねパリのブランド、インドで生産してるパリのブランド、カディ&コーっていうブランドのクッションとインドのジャイプールの布、これはベトナムで買ってきたランプシェードと、あとなんかアンティークの足、ランプの別々なんだですね。ベトナムで買った。なんかこっちに来ると全然またクッションがテイストが全部こう違うっていう、でもねこれも多分インドだけど、これはパリで買いました。であとここら辺は本当にザラホームとかだから別にそんななんか高級なものとかではなくて、やっぱり物選びのコツですね。であとこれはインドのムンバイで買ったなんかやっぱりこう手仕事の布、これも結構お気に入りの布です。やっぱりちょっと温かい感じがね、手の仕事だと。あとここら辺はいろいろあって、これはドイツで買ってきた、ドイツの飲みの市で買ったキャンドルスタンド、これがフランス人のデザイナーさんの花瓶で、マリアン・ゲダンで、これはねスカンジナビア系ですよね。ワインクーラーなんです。でも私結構これを花瓶に使ったりとかしてて、でこの家具も飲みの市で買いましたね。いや、このテーブルも、このねテーブルはお友達から買ったんです。あまりに大きいので全然入らなくって足を外して、で中に入れました。これがニューヨークに行った時になんかイサム・ノグチの美術館で買ったなんか版画みたいなので、これねなんかねフルーツ入れたりするものらしいんですけどね、だから他は全部なんかちょっと木目調なんだけど、ここだけなぜかちょっと赤を入れて、で赤と赤みたいな感じに一応なんか揃えてます。ちょっとこっち見てください。このキッチンがオープンキッチンで、これはもともと引っ越す前から持ってたんですけど、旧西軍バザーっていうのがあって、5000円とか8000円とかでこれを買って持ってたから、なんかこれを仕切りみたいにして本当に仮の状態で1年ぐらいの予定だったんですけど、少しずつこう棚が増えたりいろいろしてって、なんか今の形になって、なんか18年間その工事をすることなくこの状態になっちゃったって感じで、印象はすごい強いみたいで、みんなにこの黄色がいいですねって言われるんで。いや、なかなか強烈ですね。これは何ですか？これはなんかね、もともと書類を入れるものなんですけど、これはこの家を買った時にここに残ってました。最初からあったんですか？そうなんですよ。もうほとんど捨ててしまったんですけど、これだけ唯一最初から残ってたものです。靴が入ってるんですけど、もう本当にすんごいたくさん、ほらこんなに靴が入ってます。今なんかお子さんにいらっしゃるこの美しい男性は誰でしょうか？これが16歳の息子です。今なんかキャスティングに行ってて、なんかその写真はちょっと大人っぽい感じに写ってるのかもしれない。一番下の子が16歳で、だからスケーターです。モデルやっててスケーターで、スケーター、あそこでスケートボード。20歳の子がお部屋があっちの方にあって、で彼はコンピューターのプログラミングの学校に通っていて、で長女は24歳で今リヨンという町で
お勉強してるので、ここには住んでないんですけど、来客が多い家なんで、なんか今、犬を連れたお友達が泊まりに来てたりとか、なんか結構なんかいろんな人がこう泊まりに来たりご飯を食べに来たりっていう感じで、なんか賑やかな感じの家です。このランプが全部ものすごくまた個性的なんですけど、ランプだからこれがすごい昔から持っている、なんかちょっとだけ一つスタイルが違う60年70年代っぽい感じのなんかランプなんですけど、パリで本当に一番最初に買ったランプかもしれないですね。この部屋で一番気に入ってるものは何ですか？この人がたくさん集まれるテーブルですかね。もうすぐ引っ越しをする予定で、そんなに広い家には住まない予定なので、まあこの次のお家ではちょっとお別れかなって思うと、はい、これが寂しいですね。一番気に入ってるものだと思います。こっちが寝室なんですけど、はい、じゃあ寝室なんかちょっとそんなに片付いてないんで恥ずかしいですけど。ちなみにパリに来るきっかけってちょっといいですか、聞いても。もともとファッションの学生だったんです。でそれでパリに留学しました。じゃあこちらでモード学校みたいな。そうですね、デザインの学生として2年間東京で勉強して、で3年目にパリに来て、でそのままフランス人と知り合って恋に落ちて結婚して、そのままパリに残ったっていう感じですね。その元夫とこの家を一緒に買ったんですけど、でここがまあ私たちの元々の寝室、今は私だけの寝室で、これもなんかね、インドで買ったベッドカバーとインドのラグですね。だとこれもインドかな、結構インドが多いですね、この部屋。これもちょっと面白いですね。なんかね、すごいデリーにお気に入りのお店があって、で、これはアンティークで、こっちもアンティーク。これもなんかテイスト似てますね、ちょっと。そう、なんかね、同じ、なんかね、これを買ったんですよ。そしたらこれがついてきてくれた。で、こちらが。すごい。うわー。なんかもともとこう一部屋だったんですよね、ここ。なんで、お部屋だった時の名残で、木の床で、だから木の床のお風呂場って多分相当珍しいと思うんですけど、確かに。でタイルですよね。普通スタイルですよね。日本人なんで浴槽、それと体を洗うところは別っていうんで、まあコンセプトで、私はなんかもうここで結構長風呂して、もうなんか家みたいな感覚なんで、なんか本読んだりとかスマホ見たりとか、なんか割とここでゆっくり過ごすっていうのがなんかまあ自分にとってのなんかこうリラックスできるタイミングみたいな感じで、すごい気持ちがいいスペースなので、これがリビングの次に気に入ってる、家の中で気に入ってる場所です。じゃあ香水ですか？そうですね、まあ、香水も本当は最近使ってるのはこのイタリアで買ったローズ&ミーっていうのと、あとこのイソップのフュイルだからこうさっきの話と一緒なんですけど、ローズとちょっとウッディ系の香りで、たまになんかここら辺を使ったりとかしてます。リプチックとかディオールとか。あとなんかご案内できるところって言ったら、もう一つそのお部屋、もともと娘のお部屋だったんですけど、娘が今もリヨンに勉強に行っているので、ここは空いているので、ここにすごい高いベッドがあって、インドの布がかかってるんですけど、お友達が来たりした時のために、これシングルベッドなんだけど、さらにシングルのマットが置いてあるから、こんなにちょっと高さがあって、でここはだからまあゲストルーム兼私のクローゼットにもなっていて、まだ服があるんですね。そうですね。なんかやっぱりファッションの仕事をしているから洋服がすごい好きで、自分でバッグを作ったりとかもしてるんですけど、結構その洋服はたくさん持ってるかもです。あとローブが多いですかね。ちょっと長めのワンピースっていうのが体型をカバーするためにちょうどいいので、そう結構だからね、主張が強い、すごい個性的な、はい、なんで、なんかちょっとファッションウィークとかの時はこういう感じで、あとはそうですね、ビューティフルピープルっていうブランドのお仕事をしてるんですね。パリコレのお仕事してるから、これは結構ビューティフルピープルの
なんかすごい幅広パンツみたいなワイドパンツとか、なんかね結構日本のデザイナーさんが多いですね。なんかやっぱり日本のデザイナーさんを応援したいみたいな気持ちもあるし、あとなんか個人的に仲良くしてたりとかもするんで、ここら辺とかはだからやっぱり同じ日本のデザイナーで、なんかシンプルなんだけど着るとすごい美しい、マメ黒ゴージっていうブランドで、それもやっぱり私がパリコレのお手伝いをしているブランドです。あと旅で買ってるものとかも結構あって、あら、これがマラケシュで買った、マラケシュにホテルがあるんですけど、リアドスタイルのホテル、そこで買いました。じゃあお部屋のテーマを一言で表すとしたら旅と寄せ集めと職人技みたいな、職人技、あと古き良きものというか、なんかやっぱりその古いもので、なんかそんなになんかこうデザイナーがデザインしてるとかじゃなくても、なんかやっぱり素材がいい素材なので、なんかこうベコベコベコっていう合板のものとかってなんか結構すぐに壊れちゃうじゃないですか。でも古いものってそんな高級なものでなくても結構長持ちするので、なんかいろいろ自分の好きなものをこう寄せ集めてっていうのが結構好きです。